真綾香市長で弁護士の泉坊実氏が4日、ABC テレビの生情報番組、教えて、ニュースライブ、正義の味方に出演。番組では少子化と子育て支援を取り上げた。明石市長時代には独自の子ども施策で地域経済を盛り上げ、出生率アップを実現した泉氏はやる気なし総理、嘘つきにも程があるとフリップを出し、切り込んだ。子育て支援策の一つとして保育士の待遇改善を挙げた。子どもを応援するということは子どもに寄り添う保育士を応援すること。明石市の場合は給料を2万円アップ。7年間で160万円の現金を保育士の口座に振り込む。家賃は市が持ち、トラブルの場合は保育士の味方を市が雇った弁護士が担当する。どんどんいい保育士が来る。いい保育士が来ると子どもにとってもいい環境になると主張した。政府が発表した子ども・子育て支援金について、財源を社会保険の枠組みから取ることについてそもそも負担しなくてもいい、国債を発行してもいいと猛反対した。岸田政権の児童手当の拡充などの支援策について困難、しょぼいですよと言い放ち、パネルに私が総理やったらもっとできるの文字にこれ、言うてない。私は政治を卒業していますと弁明。岸田総理にないのは、お金ではなく、やる気と知恵ですわと批判した。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。泉さんは国民の声を代弁してくれてありがたい。どの報道も問題だらけの政府の本当のことを報じない。そもそもなんで憲法違反してる人たちが政治に携われるの？もう何もかもおかしいし、何もかも信じられない。泉さんには頑張ってほしい。やる気はあると思います。自民党政治は増税の口実を常に探しているのです。今回は少子化を口実に増税です。集めた金は蓋を開けてみたら少子化対策に使われるかは分かりません。消費税増税もそうです。消費税は社会保障にはほとんど使われていません。大企業優遇法人税減税して足りなくなった税収の穴埋めに使われています。既存メディアは自民党に忖度し、消費税は社会保障に必要な財源と報道していますが、嘘です。自民党の詐欺行為に加担していると言えるでしょう。選挙に行きましょう。いつまで自民党に騙されるんですか？子育て支援について、今日のニュースで拝見しましたが、参院の価格も上がってるのは事実だと思うのですが、私が出産した時よりはるかに手厚いと思います。少子化の対策は多岐にわたりますので、根本的な原因を探り政策を出さないことにはお金配るだけでは改善はできません。これがわからない政府なので、泉さんがアドバイザーになってください。真綾香市長の泉市少子化と子育て支援を取り上げやる気なし総理、嘘つきにも程があると切り込んだ。岸田首相は、最初賃上げするから月に500円弱程度の負担はほぼゼロに近いと言ってたのに、実際手出しは徐々に増えていく。しかも、低所得世帯からもきっちりと徴収するとはひどすぎる。公的医療保険料に上乗せというものの、結局中身は増税と何ら変わらず目先の手法を変えたものである。今回の子育て支援は血税からのばらまきで少子化対策として、本当に効果があるか疑問である。恩恵を受けるのが子育て世代に限られて、子育てが終わったり、子供がいない世帯にとっては、何の見返りもなく徴収されるだけで不公平感しかない。今回の子育て支援制度は、まやかしと言われても仕方ない。子育て支援というか最大の少子化対策はやはり持続可能な景気対策だろう。金がなければ、若者が将来への安心感は持てない。恋愛する気も起きない。社会はギスギスするといった具合に、ろくなことがない。子供が増える道理がない。何度も言うが、減税や議員側の身を切る改革合理化、場合によっては、ベーシックインカム導入なども要検討事項だろう。しかし海外には金をばらまき、自国民には増税を押し付けるのなら、やる気がないということなのか、知恵がないだけなら、まだ希望は持てるだろう。後者であってほしいのだが、果たして、うちの市の年度任用職員の保育士の給与は17万です。人が一人で自立して生きていくには全く足りない金額です。保育士は女性が多いから、どうせパートや実家暮らしで結婚までの仕事、くらいにしか考えられてない。職種性別人生観まで固定化して市で募集されているのはやはりおかしいと思う。男女差別や強固な古い家庭観はなかなか払拭されない。本来的には子育て支援ではなく少子化対策のはずです。その意味では、今の政策は全くピント外れで効果は期待できないでしょう。過去にやってきた政策を分析、評価もなく繰り返しても、やってる感だけで、全く予算の無駄遣いです。政治も行政もトヨタ由来のご法愛手法を取り入れて、政策の品質アップを期待したいと思います。今のやり方は、全く科学的な裏付けが感じられません。こんなことばかり続けてれば、失われた30年も当たり前でしょう。泉坊実さんは、独自の発想で政治をされているし、
それがまた地に足がついている。よくこの方が国民の意見を代弁していると評する向きもあるが、所詮国民は文句か愚痴は言うが、どうすればよいかの意見とを持ち上げてはいない。本当の政治家はそれがただの愚痴か甘えなのか、必死に生きようとする者の切実な要望なのかを見極めなければならない。泉さんのお話を聞くにつけ、まさにそれらを見極めた上で、その対策について金の使い方や策の練り方、実行力が全てバランスしている系の政治家だと思う。こういう人に限って卒業を口にする。困ったものだ。お年もさることながら、私が首相ならがいかに地方自治体の首長のレベルと違うのか、やってきた人、やれる人だからこそ本当に卒業なのだと思う。そこを何とか、今度はもう一つ上の、例えば大学から大学院に進学するつもりで腰を上げてほしいものだ。今までの子育て支援の延長でもなく、支援金の増額では何のひねりもなく、知恵ない以前に何も考えていない。問題は増額も必要にしても他の対策もなく、根本的な目標は少子化対策であり、子育て少子化対策の発想がしょぼいと思います。子育て支援で出産傾向が上がったとしてもこれから産むか悩んでいる一部の世帯であり、今まで出産も考えたことない夫婦や未婚の人たちが結婚して出産まで考えられる政策をしないことには今の子育て世帯支援しても出産率は上がらないと思います。今の時代、出産結婚も時代錯誤であり、異次元というなら結婚もしないでも出産した方がメリットあるぐらいの政策でなければ誰も産まないと思います。愛だの恋だの頭を花畑で子供欲しいから結婚出産であれば少子化対策なんて必要ないと思います。現実、結婚も出産もお金がかかりメリットがないから簡単にできない。子供生まれてからの子育て支援で簡単にできるとは思えない。自分は過去に少子化についての本や記事をある程度読んだが、自分が知る限り、こうすれば少子化が解決するという対策はどの国でも見つかっていない。むしろ解決策があると言っている人は無知な人のようだ。明石市長が出生率を上げたという説を聞いたが、それは子供を作る予定の人を市外から集め、他の市町村の出生率を下げただけかもしれず、それについてのまともな継承を聞いたことがない。少子化対策を求める記事はたくさんあるがそれらは有害。その筆者は少子化についてろくに勉強せず、自分の理想男女平等などを実現する対策を政府に求めているだけだから、首相も少子化対策で頑張っているふりをしたいから、出生率を上げないそうした対策に何兆円も金をかけそうである。この明石市長は大衆家の才能は抜群なので、無知な大衆に支持されそう。国債なんかで少子化財源を賄えるはずがない。先に少子化を迎えた EU 各国は50年も70年も少子化対策をしているがほぼ社会保険で賄ってる。ハンガリーだけ消費税。日本が同じ期間にわたって国債で少子化財源を賄ったら日本が破綻する。さらに少子化対策を本格的にしたいのなら支援金を月500円じゃなく EU 各国並みに月5000円にしないとね。確かに子育て世帯への支援は必要だとは思いますしそれは良いけど、最近多数の議員が荒金や不正で資金に対する不誠実さが明らかになっているのはけだが、その議員に対してかけているお金、小売代や政党交付金などの見直しなどすべきことはたくさんある思う。国の立法府たる国会の議員らが自らの不正を正すための法律を守れないなんておかしな話だし、国民に負担をする前に不死だらの金の使い方をする議員らがまず最前線で身を切ってからの話ではないかと思う。資本主義は毒なのよ。先進国はもちろんのこと、資本主義経済を取り入れた社会主義国家や新興国でも例外なく少子化が起きている。一方で、経済よりも宗教を重んじるイスラム系国家などでは少子化が起きていない。資本主義によって起きた競争社会によって労働者階級が疲弊したり、さらなる労働力として女性や高齢者までもが駆り出された結果、恋愛したり子育てをする余裕がなくなった。そもそも無駄な金が多すぎる。政治家がお金を使うのは良いが、必要な金額を申告して使えばいいだけ。2階さんの書籍代3500万円もいらないし、年度末のしなくていい工事もいらない。天下りもいらないし、何をしているかわからない財団法人もいらない。無駄な金が税金に注ぎ込まれていることを議員が言わない。自分たちの私利私欲のみを推し進めようとする体制を変えない限り将来の日本は何も良くならない。その点、泉さんは厳しい言い方するが、行動力、発信力はある。こういう嫌われキャラの人は日本を変えるためには必要なんです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。